今も昔も、戦車の最大の敵は、歩兵です。第一次大戦中に初めて実戦で使用された戦車は、歩兵の戦闘を支援するためのものであり、つまり、敵歩兵を相手にすることが戦車の最大の目的でした。現代では、戦車 vs 戦車、という局面がないわけではありませんが、戦車同士の大規模なぶつかり合いはそうそう起こるものではありません。ウクライナ戦争でも証明された通り、戦車の被害の大きな要因としては、歩兵による携帯ミサイルによるものが多くなっています。つまり、現代においても、戦車 vs 人間、という構図は変わっていません。このように戦車の死角を突こうとする敵歩兵への対処は、戦車に随伴する歩兵の役割でしたが、それらを運ぶための歩兵戦闘車は、車両上面の装甲が薄く、山岳や都市部のビルなど、頭上からの攻撃に脆弱で、なおかつ搭載する手法は射角が制限されており、高い位置にいる敵を攻撃することができませんでした。よって、随伴歩兵による戦車のサポートが十分にできず、第一次チェチェン紛争などで多くの被害を出しました。このような教訓を踏まえて開発されたのが、敵歩兵の掃討を目的とした戦車支援戦闘車、BMPT、ターミネーターです。ターミネーターは、T72 や T90 といったロシアの主力戦車のシャーシの上に、完全新設計の無人砲塔を搭載する構成となっており、その砲塔には、対歩兵に特化した複数の固定武装や照準装置が所狭しと配置されています。主砲となる機関砲は、ロシアの攻撃ヘリにも搭載される 30mm 機関砲を連装式で搭載し、2つ合わせて毎分600発の発射速度を誇り、約2キロの有効射程を持ちます。使用可能な弾丸は、APDS などの鉄鋼弾や対歩兵用の炸裂弾、ヒート弾など、各種の弾丸を発射可能で、連装砲のそれぞれに異なる弾丸を装填し、鉄鋼弾と対人弾を交互に発射することも可能です。これらの砲弾は、即応弾として850発を搭載し、連続発射時には85秒で全弾を撃ち切ります。また、チェチェン紛争での反省をもとに、機関砲の射角を高く取れるように設計され、これまでの歩兵戦闘車の主砲の仰角が30度ほどだったところ、本車両では45度の角度まで上げることが可能です。はい、ということで、対歩兵戦には大口径で超砲身の主砲よりも、大きな射角が取れ、連射できる多連装機関砲の方が有効である、ということですね。さて、続いて搭載するミサイルですが、砲塔の左右に、最大射程6キロの対戦車ミサイル、アターカの連装発射機を装備し、計4発のミサイルを搭載しています。このミサイルも様々な弾頭を使用することが可能で、対戦車用として、爆発反応装甲を貫通させるためのヒートタンデム弾なども備えており、950mm の装甲を貫通する能力を持っているとされます。ただし、これまでの説明の通り、本車両のメインターゲットはあくまで歩兵であるため、このミサイルの用途としては、市街地に潜む敵兵を建物ごと破壊するのに用いられるほか、広範囲に非人道的な被害をもたらすサーモバリック弾、燃料気化爆弾、などを使用し、対人戦闘を主体とした装備として運用されます。サーモバリック弾は、その被害範囲の広さと土壌汚染の問題に加えて、人体の内部破壊や窒息、圧死、焼死など、人間に残酷なダメージを与えることから、貧者の核、とも言われており、このような兵器を使用することを前提に開発された本車両は、まさに歩兵の死神と言って過言ではないでしょう。で、いつものように話がそれましたが、これらのミサイルを発射するためのランチャーについても、ある程度の射角を取れるようになっており、25度からマイナス5度までの行不角となっています。また、本車両はこの他にもまだまだ武装を搭載しており、副武装として、主砲の同軸に 7.62mm の機関銃と、車体中央左右の砲塔前のボックスに、自動敵弾発射機が1機ずつ装備されています。この敵弾発射機も上下左右に可動式で、300発ずつの弾薬を装填可能となっています。
ただし、左右それぞれに観測手を兼ねた1000人の車種を配置する必要があり、車長、砲手、操縦手と合わせて5名もの乗員で運用されています。この手の車両は、いち早く敵兵を発見し、相手が攻撃する前に掃討することを目的とするため、高い索敵能力が求められることから、多数の外部視察装置が備えられており、各乗員席には最低でも1機の暗視装置が備えられているほか、砲塔の全部左側には複合監視照準サイトが装備されており、それとは別に、砲塔の後部右側にも、360度全周を警戒可能な複合サイトが装備されています。ということで、本車両の効果的な運用には、5名の乗員の連携が鍵になりそう。ちなみに本車両は、走行したままでの射撃、いわゆる更新間射撃が可能とのことで、この手のロシア製装甲戦闘車としては珍しく、高度な火器管制装置を備えている、らしいです。続いて車体構造や防御力ですが、本車両のシャーシは、ロシアの主力戦車、T72 が使用されており、その後の更新型では T90 のシャーシも使われているようです。このように、足回りは戦車のものを有用しているので、機動力が高く、荒れ地でも戦車への随伴性に問題がなく、なおかつ信頼性の高い車両となっています。防御力としては、第3世代戦車並みの装甲を有しており、車体前面の装甲が強化されているほか、車体側面はゴム製のサイドスカートではなく装甲板に変更され、側面の中央部は、砲塔機関部と乗員を防護するために、複合装甲となっています。この他にも増加装甲として、車体後部にはヒート弾防御用のスラットアーマー、車体前面及び側面、砲塔前面には爆発反応装甲が装着可能で、燃料タンクについても機密性が強化され、自動消火装置も設置されています。また、防御用装備としては、砲塔下部の左右に煙幕弾発射装置があり、前方から2機、3機、1機、という配列で発射ずつが配置されており、左右で6発ずつ、計12発の煙幕弾を搭載します。この煙幕弾発射装置は、車体の各所に設置されたレーザー検知器と連動しており、検知器が敵の射撃照準用レーザーの照射を捉えた際に、自動で瞬時に射出されます。ということで、本車両の防御力に関しては、現代の主力戦車と同等の能力を有しており、なおかつベースが戦車ということもあり、歩兵戦闘車や兵員輸送車のような、歩兵の輸送能力も持たないため、結構ガチで純粋な戦闘車両に仕上がっているイメージです。現在ではこのように、歩兵の天敵と言える能力を持った兵器が誕生していますが、実は本車両の開発以前では、本来航空機を撃墜するための兵器である、自走降射機関砲、シルカを対歩兵戦闘に使用したこともありました。シルカは、23ミリ機関砲を4門も装備した車両で、もともとは自走式降射機関砲であったことから、機関砲の射角を広く取ることが可能で、山岳や都市部のビルなど、高い位置にいる敵を攻撃するにももってこいでした。そのような事情もあり、降射機関砲なのに対空レーダーや対空照準装置を外し、対ゲリラ用自走砲として使用されたケースもありましたが、装甲の脆弱性や、周囲を監視するためのスコープや監視装置が十分に設置されていない点や、対人攻撃はあくまで想定外仕様だったこともあり、本格的な対人戦闘車両として、BMPT、ターミネーターが開発されたわけです。このターミネーターですが、本来は2010年からの配備を予定していましたが、ロシア軍への調達計画が見直される一方で、2021年までにアルジェリアに300両を納入するなど、海外向けを中心に生産されていました。それもあってか、2021年時点ではロシア軍への配備は10両程度となっており、現在でも保有数はそう多くないと推測されますが、そのうちの8両もがウクライナ国境地帯に送られ、ウクライナ国内での活動も確認されているので、もしこのターミネーターが大量生産され、戦争に投入されると、ウクライナ兵にとってはまさに死神となるかもしれません。
この BMPT ターミネーターの動向については、今後もウォッチしていきたいと思います。よろしければ、いいね、チャンネル登録と、ベルマークをポチして通知設定をお願いします。